はい、こんにちは、なぎこです。前髪を切りました今回は前回の動画でちらっとお話ししたこの AGO フィルムプロセッサー、これを使ってカラーネガフィルムの現像をやってみようという動画でございます。今ここにコダカラー200、これ最近発売されたコダックの新しいフィルムなんですけど、撮り終わったの2本あるので、これらを現像していきたいと思います。フィルム写真に関してはこれまでモノクロフィルムは自分で現像をしてスキャンをして仕上げるってことをやっていたんですけど、カラーネガフィルムに関しては自分でやろうかなって考えてみたこともあったんですけど、やっぱちょっとハードル高そうだったので、これまではラボでスキャンまでしていただくっていう形でやっていました。なんですが、なんかこの AGO フィルムプロセッサーを使うと簡単にできるよということで、この AGO フィルムプロセッサーを作っているエストニアのヴィンテージビジュアルさんの方からお声掛けいただいて送っていただいたっていう経緯になります。昔なんかキックスターターか何かでクラウドファンディングしてる時に見かけたことはあったんですけど、是非ということでトライしてみようと思った次第です。ただやっぱりぶっつけ本番でこれ今回やって失敗して全然できなかったってなったら怖いので、すでに一度テストしてやってみておりまして、じゃーん、バッチリ現像できました。いや結構ね簡単にできてすごいびっくりしてしまいました。別にカラー現像する専用のマシーンというわけではないので、モノクロフィルムだったりとか、いろんなフィルム現像液さえ揃えれば、現像できるっていう機械になります。はい、じゃあ実際やってみていきましょうか。現像します。でまずですね、この AGO フィルムプロセッサーはどういったものなのかというのをざっくりご説明すると、現像の支援をしてくれるデバイスです。なので例えばこれにフィルムを入れてスイッチオンしてほっとけば現像ができますっていうものではないです。あくまでもお手伝いをしてくれるっていうデバイスです。じゃあそれぞれ外してみますと、こんな形に分かれていきます。なのでこれが本当 AGO の本体っていう感じです。ここが回るようになってるわけですね。で電源入れるとこんな形で液晶がつきます。エストニアの会社さんのプロダクトってことで英語のみかなと思ったら日本語のファームウェアを配布してて、それを入れたら日本語にできました。ありがたい。充電はここに USB の Type-C がついてるので、Type-C で充電ができます。水に濡れないように注意した方がいいみたいです。こっちがタンクですね。これはよいしょ AGO 用のパーツで、これがロートですね。でこのタンク自体はパターソンタンクっていうとても一般的な、現像用のタンク、これが1個付属してました。中には、35mm フィルム用のリール、これ2本同時に巻けるやつですね。これが付属していました。で、AGO の他にもいろいろ揃えねばならぬものがあります。はい、全部出してみましたが、まず絶対必要なのがここにある C41 っていう規格の現像液のキットです。私は今回はこのアドックスさんの
CTEC41 っていう現像液のキットを一緒に送っていただいたんですが、アドックスの CTEC41 は多分日本でほとんど手に入らないので、他のメーカーさんで C41 キットっていうのがあるので、そういったものを入手されるといいと思います。例えばマリックスフィルムとか、あとはイルフォードのイルフォカラーとか、カメラ屋さんとか専門のウェブショップとかで購入できると思います。2、3000円ぐらいかな。近所のヨドバシって買ってこようみたいなことができないのがたまに傷ですが、オンラインで買えるところはいくつかあると思います。次、遮光瓶が3本必要です。これは現像液を保存しておくために必要です。これは私はいつもモノタロウとかで購入してます。海外の動画だと1リットルのものを使っていることが多いんですけど、この AGO だと現像液 350ml しか使わないので 500ml のボトルで私は十分かなと思っております。次、これじゃーん、低温調理器です。これは何に使うかというと、薬液をですね、適温に保つために使います。常に38度ぐらいに保っておかないといけないんですね。なのでこれを使ってさっきご紹介した薬液のボトルを湯煎するような形で温度をキープします。私は、ツバイリングかなの低温調理器を Amazon で購入しました。もっとお安いやつもあるんですけど、ツバイリングの製品は温度調節が0度から90度まで可能なので、カラーネガ現像の他に20度前後に保つ必要があるモノクロ現像にも使えるのがいいかなと思ってこれにしました。これよりお手頃価格のものだとだいたい25度とか30度から90度っていう温度幅でしか使えませんっていうのが多いので、モノクロもカラーもどっちもやりたいって方はこれいいんじゃないかなと思います。見た目もスマートですし、1万円ぐらいだったかな。で、セットで使うのがこれです。これ無印良品の柔らかポリなんとか収納ケースみたいなやつです。ちょっと柔らかい素材の小物入れ。ここにお湯を入れて、この低温調理器をセットして、ここにこの薬液の瓶を入れるっていう形で使ってます。で、使い終わった時は、収納ボックスとして使うという形で結構これ便利です。あとはダークバッグ、これ大きな黒い袋みたいな形なんですけど、これはフィルムをリールに巻くときに必要です。暗室があればこれいらないんですけど、暗室作れない方はこれが必須。ダークバッグ。あとは、計量カップ類ですね。水を測ったり薬液を測ったりするために必要です。あとはこういう薬液を調合するためのカップとかガラス棒とか、遮光瓶に薬液移す時に使うロートとかあると便利です。あと温度計も必要ですね。それと、私はこれ便利なので使ってるんですが、フィルムピッカー。これはドローネからフィルム自体を取り出す時に便利なアイテムです。あとこれも便利アイテム、フィルムクリップですね。現像し終わったフィルムを干す時にフィルムの先端にこうやってつけて吊るすためのクリップです。これ追加購入しようとしたら全くどこにも売ってなくて、日本製なんですけど、おそらくもう作るとこがやめちゃったとかなんだと思うんですけど、手に入るお店とかご存知の方がいたらぜひ教えてほしい。メルカリで中古を買うしかないかなって思ってます。あとはそうです、薬剤扱うのでゴム手袋もあった方がいいと思います。そんな感じですかね、揃えるもの。
ちょっと前段が長くなりましたが、現像を実際にやってみたいと思います。ではダークバッグ、これを使ってこのパトローネに履いた状態のフィルムを出して、このリールに巻きつけていく作業をしたいと思います。これは暗いところでやらないといけないので、実際の中の様子とかを映せないんですが、どういった形でやるかというと、こんな感じでキュッ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 とやっていくと、フィルムがこのリールに巻かれていくので、この作業をこのダークバッグの中でやるっていうイメージです。はい。あと同時にこんな感じでぬるま湯に薬液のボトルを浮かし、低温調理器をセットしておきましょう。本当はあんまりこのプカプカしちゃうの良くないと思うんですけど、ちょっと固定ができないので、38度。これで38度になるまで加熱をしてくれます。この間にフィルムをリールに巻きましょう。よし。リールにフィルムを巻き終わりました。今もし開けてしまったら終わります。で、空になったパトローネちゃん。そうしたらですね、本体にセットします。これポイントがありまして、ここに穴が3つ開いてるんですけど、そこを下にしてこの AGO 本体を取り付ける必要があります。ここに今穴が3つある形です。で、こいつをギュッとしっかり押し込んでくださいまし。この辺りがしっかりはまったか要チェックです。 OK。 これをつけまして、はい、では電源を入れまして、そうするとメインメニューが出てきます。基本はデフォルトプログラムで、ここで、使用する現像液のメーカーと種類を選びます。今回は C41 のアドックスなのでこれですね。で、これを選択と。そうするとこの液晶の画面にこれから何をどのぐらいの長さ行えばいいのかっていうのが全て出てきます。なのでこの順番に沿って、作業をどんどん進めていけば現像が終わっちゃうよっていうことなのです。これがないと、タイマー片手に自分で数えながらやらないといけないんですけど、もう本当にこの順番で進めていくだけです。じゃあやっていきますが、これやりながら、動画撮ると絶対失敗するので、そのまま作業をどんどんこう進めてしまいますので、一個ずつちょっと作業の様子が撮れなくて申し訳ないんですが、この順番で、まずはプレヒート5分、現像液入れて3分15秒回す、湯水で次の液入れて湯水でみたいなことをやっていきます。で、この子たちの温度がちゃんと38度になっているかもチェックですね。ちょっと低いのでもう少し温めといた方が良さそうですね。とはいえ温度が下がっても AGO の方で自動で、現像時間で調節をしてくれるので、あんまりそこまで厳密にやらなくていいんじゃないかなとは思います。ではまずは、お湯を入れまして、スタート。よし、ステップ1が終わったので中の水を捨てに行きます。はい、そうしたら次のステップがここに今表示されているので、次は現像液を入れて
3分15秒現在切れます。スタートと。で今ここに液の温度が出てて残りの分数が出てるんですけど、今38度より温度が低くなってるので、本来38度で3分15秒やらなきゃいけないんですけど、温度が少し低いことで必要になってくるプラスの時間を自動で計算して調整してくれるっていう機能が肝になってます。さてさてどうでしょうかね。お、いけてんじゃないですかね、問題なく。はい、ちょっと時間の関係で翌日になりましたが、いい感じにちゃんと現像できてますね。よかったよかった。はい、というわけでここまで実際自分で現像してみた、カラーネガフィルムの作品もいろいろご覧いただいたと思いますけれども、ここに表示される順番に沿って作業を進めていくだけなので本当に簡単だなと思ったんですが、皆さんどうでしたでしょうか。最終的な写真の仕上がりっていうのはスキャンを何でするかどうやるかみたいな部分にかかってくるんですが、私は本当に手元にある機材でやっているという感じなので、いつも使ってるニコン ZF にマクロレンズをつけてスキャンしています。フィルムスキャンのやり方については多分 YouTube とか検索すると解説されている方の動画とかいっぱい出てくると思うので、そういうものを参考にしていただければと思うんですが、いやちょうど昨日もですね、フォトグラファーの友人がカラー現像は本当に温度管理が重要だみたいな、特に冬は温度管理が大変だっていうことをSNS にポストしてるのを偶然見かけたんですけど、温度管理に関して冬場はどんどん現像してる間に温度が下がっていってしまうことに対して時間を勝手に計算して調整をしてくれるっていうことで、失敗のリスクがとても少なくなるっていうのはすごいありがたいことだし、私今まで合計3本しかまだこの子で現像してないですけど、一度も失敗基本してないので、すごいなって思いました。フィルムに関しては写真屋さんだったりとかラボに現像に出してスキャンまでやっていただくっていうのが今令和の時代においては一般的だと思うんですけど、それと比べた時に感じたメリットデメリットについてお話ししてみようかなと。で、メリットについて、まず一つ目が、やっぱ圧倒的にラボに出すより早いってことですね。例えばじゃあ今「よし2本撮り終わったぞ」って帰ってきてここに来て、現像を始めてしまえば慣れちゃえば30分ぐらいでできる
じゃないかな。もちろん現像が終わったらフィルムを乾かしてスキャンするっていうことがあるので、そこからプラスアルファ3時間はかかるんですけど、ラボに出すと、私がいつも出しているところとかだと早いと中1日、時間かかると中3日ぐらいやっぱりかかってたので、フィルムを撮り終わったその日にもうすぐ自分が作業さえしてしまえばすぐ結果が見れるっていうのはすごい強みだなって思いました。で2つ目は、これはちょっと好き嫌いが分かれると思うんですけど、物を何か作ってる楽しさみたいなのを写真を現像するっていうプロセスを挟むことで感じられるっていうこと。なんて言うんですかね、デジタルのカメラだと本当に画面の中で全てが完結するというか、手で自分で何かを触って行うってことがほとんどないと思うんですけど、なんか自分で現像を行うことで、自分の手でフィルムを持って自分の手で液を混ぜてフィルムに触れてっていう、なんかものづくりをしてる実感が持てるみたいなところも、私個人としてはすごく楽しい、自分で現像をやる理由の一つは結構そこにあったりもするので、楽しい点の一つだなって。ラボに出してデータで返ってくるっていうこととはまた違う体験ができるなっていうふうに思います。で3つ目はさっきもお話ししたんですけど、カラーネガの現像を自分でやるのであれば、確実に普通のタンクを買ってこれなしでやるより間違いなく失敗が減るっていうのと、簡単にできるっていうところですかね。ガイダンスに沿ってやっていくだけなので、現像を始める前に現像液の温度をしっかり管理しておくっていうことさえ守れば、あとはもう本当に機械に任せて、自分は作業を進めるだけっていう形なので、圧倒的に失敗が減るんじゃないかなと思います。それはこういったものを使う理由の一つになりますよね。もちろんメリットもあればデメリットもあって、デメリットの一つ目としてはやっぱり初期投資が最初に必要になるっていうことですね。私は今回本体自体と現像液とかは送っていただいてるんですけど、低温調理器は今回のために購入しましたし、あと細々したものとかいろいろ揃えなきゃいけないものはあるので、この本体自体がやっぱり8万円ぐらいするので、低温調理器が1万円ちょいでしょ。あと細々したものいろいろ多分買っていくと9万円から10万円ぐらいは多分初期投資が必要になってくるので、フィルムで撮る頻度が低い方にはあまりおすすめしないです。フィルムでいっぱい撮りたいという方はいいんじゃないかなと思います。私が普段これまで出しているラボだと、だいたい現像とスキャン出して2300、400円ぐらいなんですよね、1本。なのでそれ考えると多分4、50本で損益分岐があるんじゃないかなと思います。なので月に2、3本ぐらいフィルムで撮るよっていう人なら、多分1年2年ぐらいで元が取れるみたいな形になってくるかなと思います。フィルムで写真を撮る頻度が高くて、これからも長く続けていきたいなっていう方、プラスで自分で手をかけてこういったことをやるのが好きな方にはすごくお勧めできると思います。つまりデメリットは初期投資がかかることと、手間がかかるよっていうことだと。いっぱい現像するのであれば初期投資は回収できることになるし、手間に関しては手間をかけることが楽しいよ、楽しく感じられるよっていう方にはメリットにもなり得るということで。あとデメリットというより注意点なんですけど、私も使ってて思ったことがあり、これ本体とタンクって100均ではまってるだけなんですよ。ここのはまりが弱いと水漏れするので要注意。これは結構公式にも書いてあるんですけど、結構もう体重をグッて上からかける感じでしっかりはめる。それがポイントなので、もしお使いになる時が来たらご注意いただければと思います。あと私も今回もまたやってしまったんですけど、タンク
から現像液とかをこう排出する作業をする時にこうやってこぼすんじゃなくて、この本体上部分を下にしてこうこぼさないとジョボ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 この本体の横から液体がこぼれてくるので、これもめちゃくちゃ要注意な点の一つだと思います。なんとなくこう下からやった方がいいのかなと思ってこの方向で傾けて薬液とかをこぼしちゃうんですけど、そうするとこの位置からすごい勢いで漏れます。なので必ずこっち上を下にしてこうやってこぼしてください。ポイントです。これ大事。皆さん気をつけてください。あとは日本語圏の方で使っている方が少ないので、いろいろちょっと調べようとすると英語の情報がほとんどっていうのは、人によってはデメリットの一つになるかもしれないです。でもね、今翻訳ツールとか AI とかもいろいろあるので、そういったものを使えば全然なんとかなるとは思うんですけれども、あと、これは AGO だけの話ではないんですけど、フィルム現像自分でやると必ず廃液が出ます。で、廃液の処理が結構大変なんですよね。で、私の場合は自治体に問い合わせたところ、燃えないゴミで出してくれということだったので、気体を固めてくれる高吸収ポリマーっていうのが売ってるので、いろんな種類が多分 Amazon で売っていて、私はこのマトマルコっていうのを使ってるんですけど、これで廃液を固めて袋に入れて、燃えないゴミに出して処理してます。なので、こういったものも、必要になってくるよっていうことは、ちょっとした注意点かなっていうふうに思います。処理方法は多分自治体によって異なると思うので、もし現像を自分でやりたいよって方はお問い合わせされることをお勧めします。はい、そんな感じで AGO フィルムプロセッサーを使ってカラーネガ現像を自分でやってみるという動画でございました。日本のサイトから買いたいっていう場合は、多分カワウソ商店さんで買えると思います。あとはそうですね、去年か一昨年モノクロ現像をやり始めた時にも思ってたんですが、やっぱりスキャンじゃなくて紙焼きもやってみたいなっていう思いがあります。ただここでやっぱりやるの難しいので、紙焼きの現像ワークショップとか都内近郊などでおすすめがある方がいらっしゃったらぜひコメント欄とかで教えていただけると嬉しいです。いや、私はこれからも、カラー現像はこれで AGO でやっていこうかなと思っております。ではではまた次回お会いしましょう。バイバイ。だから